皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは韓国の報道について取り上げていこうと思います。日本と韓国との間では GSOMIA と呼ばれる軍事情報の取り扱いについて定めた協定というものがありました。この協定を破棄するというのを決定してから少し時間が経ったのですが、本来であれば破棄するかどうかを政府が検討しているときに国民がもっと知っておくべき基礎知識というものがいくつかあります。その中の日本側の情報収集能力について今になって記事が上がっています。その内容について触れていきながら、そこから一体何が見えてくるのかということを考えていきましょう。それでは記事をお聞きください。日本の北朝鮮ミサイル探知能力、どの程度なのか。韓日の GSOMIA が11月末に終了すれば、北朝鮮の弾道ミサイル探知能力にどんな問題が生じるのだろうか。これを知るためには、日本がどのような情報資産をどれほど確保しているのかを確かめる必要がある。軍事情報専門家を相手に取材した結果に基づき、日本の北朝鮮ミサイル探知能力が果たしてどの程度か見てみよう。米国と韓国が保有する情報資産も同時に確認する。日本情報収集衛星7機を運用。情報資産は空の人工衛星、陸上の弾道ミサイル探知レーダー、そして海上のイージス戦闘システムなど多様だ。日本は現在7機の情報収集衛星を保有・運用している。日本の内閣官房組織令は、情報収集衛星を国の安全の確保、大規模災害への対応、その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星としている。しかし実際には、北朝鮮のミサイル発射など、韓半島の軍事情報収集が革新的目的である偵察衛星だ。日本は現在、光学衛星3機、レーダー衛星3機、予備レーダー衛星1機を稼働している。レーダー衛星は通常2機1組で情報を収集する。最終的に光学衛星4機、レーダー衛星4機、データ中継衛星2機など計10機の情報収集衛星を確保することを目標にしている。日本は41センチ解像度、アメリカ商業衛星25センチより低い。日本は人工衛星情報資産が豊富だと評価されてきた。しかし実情は明星とやや異なる。解像度で米国の衛星と大きな差があるからだ。もちろん米国は同盟国の日本に対し、必要に応じてはるかに解像度が高い軍事衛星の映像情報も提供してきた。米国の軍事衛星の解像度は最高15センチという驚くほどのレベルだ。しかし米国は日本が望むすべての情報をリアルタイムで提供するわけではないという。これは韓国軍に対しても同じだ。このような米軍に対して日本は不満が多かった。これを独自の情報収集衛星開発の名分とした。日本が撮影対象を外国が規制しない日本独自の国産衛星を製作することにしたと発表した理由だ。米国には商業衛星が多いが2つの規制をする。まず、米国政府は自国に不利と判断した地域に対する衛星の撮影を安全保障上の理由で認めない。これをシャッターコントロールという。また、解像度規制をする。一定水準以下の低い解像度の衛星写真情報だけを外国に販売できるようにしている。2014年6月までは50センチ以下の解像度の衛星写真だけを販売することができた。ところが米国政府は2014年に規制を緩和し、解像度25センチ級まで海外に販売できるようにした。莫大な予算を投入して開発、打ち上げて運用する日本の情報収集衛星の解像度が米国から購入できる商業衛星水準よりも落ちるということだ。日本は2021年打ち上げ予定の情報収集衛星光学8号の場合、25センチ級を目標にしている。ようやく商業衛星の最高水準に近づくということだ。もちろん独自の情報収集衛星を保有して運用すれば、情報をリアルタイムで把握できるなどの利点は無視できないが、この記事で注目すべきポイントというのはいくつかあるのですが、その一つ目というのは、まずタイミングです。ムン・ジェイン大統領が GSOMIA を破棄すべきかといったところで検討に入る。そしてこの検討というのが日本を揺さぶるカードになるというふうにして発表したのはもう随分前の話です。そして実際に GSOMIA を破棄を決定して、その手続きをしてからもうすでに日にちが経っています。そのタイミング、まさに手遅れというタイミングで
このような GSOMIA についての基礎的な情報が記事になる。これこそまさに遅すぎるということです。遅すぎることが一体何を意味するかといえば、当然のように韓国の国民はこのような基礎知識すら知らないままに、ムン・ジェイン大統領がこれは反日のカードになるよ、破棄すれば日本が困るんだよという具合にして呼びかけたことに対して、韓国の国民は、ああそうなのか、それなら GSOMIA を破棄をすべきだという具合にして大統領を支持したわけです。次の注目ポイントとしては、この記事の情報の目新しさの全くないところです。日本の偵察衛星が何機ありますかといったところなどは、私などもすでにわかるぐらいに公開情報をもとにして記事が書かれています。当たり前なことではありますが、この記事の内容というものがあまりにも基礎的なので、こんなことも韓国の国民は知らないまま判断したのかという驚きがあります。しかしこの基礎的な情報についてもまた突っ込みのポイントはあります。例えば、この記事の中においては商業衛星の方が性能がいいではないかという具合にして、日本の偵察衛星というのはアメリカの商業衛星よりも劣るものだという具合にして書いています。しかし、このような商業衛星の性能と国の持つ衛星には大きな違いがあります。それは商業衛星が最大性能をスペックとして公表するのに対して、国の持っている衛星というのはその最高性能というものは基本的には隠すものです。例えばこの記事の中でもアメリカの偵察衛星は非常に高度なものであるというふうに表現されていますが、その最高スペックについては明かされていません。あくまでも推測値としてその程度であろうと言われているものです。一方で日本の偵察衛星については完全に劣っているものだというふうに断定しているわけですから、そこには推測というものが全く入っていません。日本側の偵察衛星というものについても、標準性能のある程度公開しておき、実際の性能についてはこれより良いと考える方が普通だと私は思います。また、アメリカの商業衛星さえあれば、それで事足りるかのように書いているのも大きな勘違いです。商業衛星というのはあくまでも商売のために飛んでいるのであり、韓国のために飛んでいるのではありません。そのため韓国が知りたい時に知りたい場所の情報を売ってくれるかといえばそんなことは全くないわけです。あくまでも商業衛星が飛んでいるその範囲内で可能な時に撮影した情報だけをくれるというものです。私は今回この記事の中で約2分の1を抜粋したという形にしています。というのも、この記事の後半においてはアメリカの持つ偵察衛星の能力やその情報収集能力について触れられているため、今回は省略しました。そして日本とアメリカの情報収集能力について触れた後、唐突にこの記事は終わりを迎えてしまいます。これが最後のポイントにして最大の驚きのポイントです。韓国の情報収集能力と比較すると冒頭で書いていたのに、記事の中においては韓国の情報収集能力について全く触れられていないということが驚きでした。これは日本語に訳された記事のため、もしかしたら省略されたのかもしれませんが、本来であればこの後に韓国では実際こうなっていますよという紹介があってしかるべきでしょう。そしてそのことを韓国の報道が書けないのだなと思いました。なぜならば、韓国には情報収集衛星というものが一機もありません。ただの一機もです。というのも、北朝鮮と韓国を比較した時でさえ、韓国はこのような衛星を打ち上げる能力というものがありません。いわゆる開発そのものをサボっているために、このような自分たちで打ち上げる能力というものを獲得していない状況だと見ていいでしょう。もちろん計画段階としては打ち上げるよという予定をして開発は進めています。しかしその打ち上げ能力というものには疑問符があり、果たして成功裏に収めることができるかといえばまだまだ不安な状況です。私は最終的には他の国で使われている商業衛星の打ち上げロケットに相乗りさせて偵察衛星を打ち上げるのではないかなという具合にすら思っています。このようにして韓国では情報収集衛星というものを一切持っていないという事実でさえも韓国の国民は知らないかもしれないということを一つ思いました。
さらに追い打ちをかけて言うのなら、韓国は自分たちで打ち上げるということに関して自信がないのか、2017年には他の国に対して偵察衛星を貸してくれないかと打診したことがあります。打診先はドイツ、フランス、イスラエルの3カ国です。韓国にとってはこれで借りられれば北朝鮮の監視がうまくいくんだろうなという完全な韓国本位な考え方で打診したのでしょうが、当然のように断られました。それぞれの国が持っている偵察衛星というのは、それぞれの国が注意すべき国についての情報を集めています。当然のように、北朝鮮を見張りたいという国はアジアの国かアメリカのような国だけです。遠くヨーロッパの国が北朝鮮の情報を収集するために、その偵察衛星の軌道を変えるなどということはありえないことです。このような不都合な真実というものを韓国の報道が伝えず、韓国国民が知らないままに過ごしているというのは一つ不幸な出来事でしょう。しかもさらに言うならば、韓国の国防予算というのは非常に大きな伸びを見せています。日本では数百億円程度しか伸びないといった状況の中で、韓国における国防予算の伸びというのはプラス 7% という伸びになっており、そのうち日本の防衛予算というものを追い抜くのではないかというほどに勢いを見せています。しかし、その使い道といえば空母を作りたいなであるとか、もっと F35 を買いたいなであるとか、ほとんど見栄を張るためのような予算に大きくつぎ込まれており、このような情報収集衛星を自らで開発し、そして運用しようといったところについての予算というのは不十分な状態が続いています。この韓国の見栄を張るんだといったところが非常に悪い性質となって現れていると見ていいでしょう。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。